お久しぶりです。もきちです。このチャンネルは考古学の勉強をし直す元理科の先生が旅をしながら歴史を勉強するチャンネルとなっております。歴史のテストに書かれる答えを示す内容というよりは、さらなる問いを示してそれを自分で解きに行くものとなっております。そのため内容に間違いがあるかもしれません。最新の情報を参照しているとは言えないかもしれません。専門家のお気に召さないかもしれません。なぜなら昔から楽しんできた探究過程を自ら描写しようということを目指しているために、初めのうちからその過程をお話ししていくことになります。必然的に初期の動画ほど、あるテーマについて扱い始めの動画ほど間違いが多くなると思います。そういう点がありましたら、ぜひ答えをコメントしていただくのではなく、ここへ行ってみようという形でご示唆をいただければ幸いです。調べるよりも考えること、考えるよりも行動してみること、見たもの、感じたものを大事にしております。好奇心をともに気の向くままに、つれづれなる歴史の旅、お付き合いいただければと存じます。それでは前回の続きです。この一連の動画では大甕神社周りの歴史を探求していきます。大甕神社に祀られる雨のかがせよという神様や、それを服従させた竹の葉槌の御事という神様について調べています。前回の動画では5番の大甕神社まで進みました。もしまだご覧になっていない方はそちらの動画を先にご覧ください。この動画では6番の御岩神社と7番の志津神社周りのお話をしていきます。そして最後に旅のまとめとして今回の訪問でもまだ見えてきていないことをまとめる予定です。それでは御岩神社へ向かっていきましょう。大甕駅からは再び常磐線に乗って2駅10分程度の日立駅へと向かいます。日立駅からはバスに乗って御岩神社へ行けますが、接続がかなり難しいので事前に時間を決めて電車に乗ることをお勧めします。今回は例によって無計画な旅をしていったので、少し日立駅でバスを待つような流れになってしまったのですが、その分日立駅でランチをする時間が取れました。日立駅の通路の東側はガラス張りになっていて、太平洋をずっと望むことができます。絵画のような眺望です。このガラス張りがそのままカフェの中まで通じていて、海を見ながらお茶を飲み、あるいはランチを取ることができます。訪問される際は天気がいいといいですね。それでは御岩神社へ進んでいきましょう。日立駅からはバスで30分強ということになっていますが、周りの景色が結構刻一刻変わるので割と短時間に感じられました。御岩神社は国床太刀の命、大国主の命、イザナギの命、イザナミの命などを祀る神社です。この神社一帯にたくさんのお社とそれぞれに祀られている神様がいます。最初に上がっていた国床太刀の命という神様は天津神の中でも特にこと天津神と呼ばれるかなり最初の方に登場する神様だということです。私も今回訪問するまで知らなかったですね。確かに古事記や日本書紀などの重要な文献に登場はするものの、何をされたのかが明確ではなくて、神社に祀られる言われみたいなものが今一つ見えてこなかったりします。ちょっと今回は深入りできないんですけど、いずれ改めて見てみたいラインの一つですね。改めて境内にある案内板を見てみましょう。日立の国不時の引用が書いてあります。かびれの高峰という御岩神社から見て東側にある山に天津神である立早日王の命、またの名を早不明の命という神様がいてというお話から始まります。この神は天下った後、もともとは身近にいたということが書かれています。はじめは松の木の八街の上に静まったが、近所の人間が木に向かって大小便でもしようものならたちまち災いを下し病気にさせたとのこと。厳しい神様だったんですね。住民は苦しんで朝廷に申し上げたところ、片岡の大村寺が発見されてお祈りをして、今いるところは民に近く不浄なので高い山の清らかなところへ移っていただけるようにとお願いをしたとのこと。かなり具体的なお話が出ています。ここでいう朝廷というのは原文では朝という字を書いて帝と読むらしいんですが、必ずしも当時の天皇のことを言っているのではなく、国の宮津子あたりのことなんでしょうか。そもそも片岡の大村寺というのはどなたのことなのか。見た感じ片岡さんという人の名前のようにも見えますが、大村寺というのは物部さんであるとか大友さんとか日本書紀には見えますよね。これは古墳時代の役職のことを指しています。
だとすると片岡というのは、名前ではなくて地名なのではないかということも考えられます。大岩山である茨城県でいうと霞ヶ浦方向に石岡というのがありまして、そこに片岡という地名があります。もう一つはお隣の栃木県に宇都宮線の片岡という駅がありました。この辺りのことなんでしょうか。ところでこの立早日和命という神様は天津神ということなんですが、どこから来たんでしょうかね。天津神というと天孫降臨よりも前のお話に出てくるように思えて、ここに登場することが不自然に見えなくもありませんね。そこで少しスピンオフですが、天津神ってそもそも何でしょうか。対応する語として国津神があります。古事記、日本書紀などの日本神話では、いわゆる天孫降臨以前に高間ヶ原、つまり神々の住むと考えられる国から足原の中津国、すなわちこの地上に下った神とその子孫の神々のことを言うようです。さらに両義の下では伊勢、山城鴨、住吉、出雲の国の宮津子の5つ神を例として挙げています。これはこれらの人々あるいは神社が祀っている神ということですね。また領州の下では雨より下ります神との注釈が見られるとのことです。ここでさらにスピンオフですが、今出てきた両義の下、領州の下というのは何だったでしょうか。確認しておきましょう。どちらも養老律令の注釈書ということですね。義の方は感染、宗の方は始宣ということでした。この養老令というのは大法律令を改正して作られたもののようですが、律令の律の方は大部分が散逸して残っていないとのことで、令の方はこの解釈書があったおかげで大半が残っているとのことでした。さて話を戻して天津神とは何かということですが、柳田国男はこのようなことを書いていたようです。山人が実在したことを仮定して天津神を奉ずる渡来民族、水田稲作農耕民によって山に追われた先住民が山人であるとし、山人は国津神を奉じた非稲作民であったとしています。そして渡来民族が優れていたために先住民は次第に集団として自立性を失って征服され服従していくが、その過程を6つに想定はしているものの、大きくは山人の子孫は里に下って里人に混交したものと山に残ったものとに分けている。この部分は、世界大百科事典からの引用になります。このような渡来民族としての天津神の性格を考えると、先の立早日和命という神様はもともとこの地域にいたものではなくて、他と同じように渡ってきたタイプのものであると考えるのが自然です。だとすると、それを恐れて朝廷に申し立てるというのはどういう状況かと想像してしまいます。同じく渡ってきたタイプの人だから何とかしてほしいよという申し立てをしたということなのか。ただここの柳田さんが書いていることとの整合性を考えると、垂直方向の位置関係が逆になっているようにも思われます。先の日立の国仏家に描かれていたのは、もともと里人だったはずの天津神立早日和命が山に帰っていくお話に思われ、ここでもねじれがあるように見えるのです。さてスピンオフはこのくらいにして御岩神社の様子をご紹介していきましょう。大きな仁王門に向かって歩くと大きな三本杉、そして木立の中を抜けると拝殿があります。本来ならばこの拝殿から御岩山に登れるようになっていて、いわゆる登山口の役割を果たしているんですけれども、今回は訪れたのが冬季ということもあり、途中までしか行けないように注意書きがありました。また普段でも入山時間が朝の6時から午後3時までとなっていたり、午後5時までには下山しましょうということですので、やはり日立駅からの接続も含め入念な計画を要します。ということで今回は途中のかびれ神宮のところまで伺うことにしました。山へ分け入り進んでいくと、ここにも地質の境界線が見られました。ここまでが白亜紀、ここからはカンブリア紀というような縦看板が立っています。早速地質図ナビで確認してみましょう。黄色く星を打ったあたりが御岩神社の拝殿付近です。ここからこの図でいうところの右下方向に向かって山を登っていくことになるので、ピンクとオレンジの境目か
オレンジと黄色の境目あたりがここでまたいだラインであるようです。判例を見てみると、ピンク、オレンジ、黄色ともに白亜紀ということなので、ちょっと縦看板の表記とは異なるようです。しかし近くを見ると右上方向にある赤色が古生代カンブリア紀のものであるようなので、この辺の地質が一部ここに現れているのかもしれません。別の資料を見てみましょうか。星のあたりが拝殿ですよね。先ほど見たものよりもう少し細かく地質は入り組んでいるようです。これだと緑の横線ローマ字で AM となっているところから濃い緑 MS かな、そこに渡るあたりか、あるいは赤い横線 GHB っていうところからさっきの緑の横線 AM に渡るところというように見えますが、今挙げたどれもがこの地質図の判例だと古生代と古生代の境目になっていて、白亜紀かカンブリア紀かと言われればカンブリアの方を表しているんでしょうか。ちょっと謎になってきてしまいました。ちなみに今参照しているのはどちらも三層圏の地質図ナビというものと7万5000分の1の地質図86番の助川という地域のものです。ということで、そんな道のりの奥に一つの到達点であるカビレ神宮があります。こちらでは天照大神、ニニギの御事、そして例の立早日王の御事が祀られています。ここに到達するまでには相当な上り坂を登ることになりますので、服装や足元に十分注意してください。はい、ここまでがオプショナルツアー御岩神社でした。もっと下調べをしていけばよかったなと後悔しております。さすが有名な神社というところでしょうか。それでなくても今回のような工程だと時間が足りないくらいな場所かと思います。脇道として行くのでは申し訳ないような場所だということかと思います。訪れようという方は計画の参考にしてみてください。それでは実際は日をまたいで伺いました志津神社へ向かいましょう。今回は御岩神社へ伺った後、水戸駅周辺に宿を取って翌朝志津へと向かいました。水戸駅からは水郡線に乗って志津駅で下車。ここまでは電車で30分ぐらい、そこから少し歩くような形です。志津駅からは田園地帯に舗装された道路が神社の目の前まで続いていますので、足元の心配は無用です。志津駅の近くからもこのようにこんもりした山が目に入りますので、そこを目指していく感じです。より近くまで寄ると何本か立っている大きな木がわかりますね。その昔はもっと大きい木もあったのだろうと思われます。さて、こちらのご祭神は例の竹の葉槌の御事、それから愛戸の神として田力を高見結び重い金の三神が一緒に祀られています。この漢字を見ますと天の岩戸のお話に出てくるあたりでまとまっているようです。こちらは鹿島に次いで日立の国の二宮となっています。先に訪れた大神神社の岩の上に祀られていたのと同じ竹の葉槌を中心に祀っているということになります。こちらが大鳥居。鳥居だけ見ると前に伺った阿波神社に似ていますね。もう一つ二の鳥居をくぐってここから石段が登り始めます。車でいらっしゃる方はもう少し回り込んだところに車道があるようなので、この上り坂はキャンセルすることが可能です。こちらでも案内板を確認してみましょう。古くは鹿島香取とともに東国の三守護神であったとされていますね。今だと東国三社といえば鹿島香取と生須というふうに見られますが、その昔はこちらの方が名前が挙がっていたということでしょうか。最新の竹の葉槌は初めて織物を織った神とされる。そしてやがて江戸時代の光國さん、成明さんに大事にされたということが書かれています。宝物の中で奈良時代後期の作とされる銅印があるとのこと。この時点で志津神宮院とあるということは、それ以前に織物を織ったりっていう話は進んでいたということになりそうです。天保12年に社殿は火事で焼失してしまったということですが、境内の地面を見ると相当な本数の木が枯れるか燃えるかしてしまった後の切り株というか根っこの部分が残っていて、これだけ見ても相当な太さ大きさの木が立っていたであろうことは想像できます。そのうちの一つ、杉の木が残されていました。推定樹齢1000年ということですが、創建当時に植えられたものなんでしょうか。このソテツが植わっている足元も切り株ですよね。これなんかもっと大きな木であったような感じもします。
もともとは大きな木を神様として祀っていた場所なのかもしれません。その辺りは鹿島神宮とも共通しますね。さて、それではいよいよ本題なのですが、大甕で三日星かがせを打った竹の葉槌はなぜここにも祀られているんでしょうか。これは現地を訪れただけでは見えてこなかったことではありますが、竹の葉槌が大甕の岩を切り砕いた伝説というのがあるようです。こちらの伝説の確認と静や大甕周りの古墳について見てみましょう。まずこの話は同じ茨城県内の石井神社様に伝わるしどり神竹の葉槌の命縁起という資料にしか載っていないお話のようです。興味のある方は石井神社様のホームページで確認してください。この QR からアクセスすることができます。この資料によりますと、竹三日槌は大甕で石を両足で蹴ったと。その石が現在の東海村石神社、それから現中市の瓜連の静神社、今回行ったところですね。それから城里町の手子崎神社、そして笠間の石井神社にそれぞれ落ちたということになっているようです。あくまでも石井神社様の情報なので、ホームページで他の行も確認してみてください。さて、今挙げた神社をマップで見てみると、このように一連の逃亡地であるように見えなくもありません。西へ向かって、あるいは内陸に向かって逃げているというところでしょうか。当のしどり神竹三日槌縁起では、三日星加賀瀬尾の手下にあたるグループがそれぞれいた場所ではないかということでした。これは大甕神社にしてもそうですけれども、攻め入った側が現代では祀られているのですが、そこで生きていた攻められた側の人物というのは実はバックグラウンドに行ってしまうんですよね。例として静神社と大甕神社の周りを確認してみましょう。まずはこちらの静神社周り、左下が静神社、右寄りが静の駅ですね。これの地図の左上あたりに古墳がいくつか見えます。そのうちの一つ、権現塚古墳を見てみましょう。こちらの古墳は前方後円墳、大和政権と関わりがあると思われます。説明版によると、5世紀末頃の古墳ということで、香取神宮周りには大体同じ時期の古墳が見られるようなので、そこは整合するといったところでしょうか。ちょっと調べた範囲だと、鹿島神宮周りは6、7世紀のものらしくて、ちょっとラグがあるのかなという感じです。もしかしたら鹿島香取の神が本当に抑えたのは香取の方の神様で、その後鹿島方向に砦を作ってそちらはそちらで信仰が発展したとかですね、そういう推測をしつつ、証拠に従っていくわけなんで、あくまでも調査の手がかりとしての推測ではありますが、そんなことを考えました。それはさておき、こちらは一人目の誰かのお墓ということになるのか、あるいは竹の葉槌自身なのか。さっきの石井神社の演技が正しければ、三日星勢を討伐した後に一人目の関係の人々が住んだということかと思われますね。大甕に竹の葉槌が祀られているとすると、ここで一族の分離がどのような流れであったのかが気になります。もう一方の方の大甕の墳墓も確認してみましょう。今回お邪魔した大甕神社から国道6号線を渡った側に大甕神社の古社と、もう一つ祖霊殿というのがあります。それぞれ見てみましょう。古社の方はおそらく水戸藩による遷宮の際に建てられたと思われる石碑があるようです。ここには竹の葉槌という語は使われておりませんが、しどり神と名を持つ神様が三日星加賀瀬を中殺し、その役目を終えられた後、山中に葬られた陵墓がこれであると書かれています。ここに中という語が入っているところからも、もしかしたら単に討伐ではなくて背いた、あるいは従わなかった罪あるものというニュアンスを入れたかったのかなという感じがします。もう一つの祖霊殿ですが、こちらは特に言われのようなことは書いていない模様で、むしろかつて廃れてしまった神道形式の葬儀と祖先を祀る儀式のために建てたのかもしれません。なんですが、拝む向きがですね、古社の方を向くようにしているようにも思います。また、境内に岩が祀られているというところも大甕神社本体と共通しているようなところがあるようです。ここはご先祖様の霊を祀る場所ということですが、もしかして竹の葉槌ではなくて三日星加賀瀬尾の方を祀っているのかもしれません。竹の葉槌が墳墓に祀られる根拠が江戸時代以前に見られないとすると、その辺も気になるところです。今回竹の葉槌さんについて一通り調べてみて、やはりこの方については攻め勝ったところに祀られているというパターンがあるように思います。石を蹴って飛んだ先も大甕勢の手下であったのではないかとは考えられているようですから、例えば
私は鹿島香取のような場所も元はといえば武見和地や福主に攻められた場所で、それぞれ大物を討ち取った後に立ったのではないかと予想していました。この大三方と竹の葉槌のように一種のパターンがあるものと思っていたわけです。現実的にそうであった可能性も十分あるとは思いますが、今回出てきたような竹の葉槌の命演技、1745年成立ですね、も含めてお話が江戸時代以降に成立しているようにも見えてしまいまして、だからこそ統一感が得られているのではないかとも感じられなくもないところです。さて、同演技を確認すると、大三日が竹の葉槌を安置する霊社、静の方はよりしろという記述があるようです。よりしろというのは心霊や精霊が一時的に宿る対象物や場所ということのようなので、この書き方だと大三日の方にご遺体が祀られていて、静の方は神様としての霊が祀られているというような分け方のようです。この話もやはり江戸時代に大三日に一人神を祀ることの正当性を担保するために整えられたのか、あるいは古事記のようにそれ以前の現地での伝承を受けたものなのか、江戸時代にこの辺りの歴史を調べたこと自体は事実であるはずなので、その調べ方、最終的な結論の描き方といったところをどうであったのかという検証をしてみたいところです。それでは旅のまとめです。今回地質図も参照したことで、より地形的な裏付けの可能性を模索することができました。ただそれは地形から想像しているだけで、この紐付けを強化するには実際にはいつ頃にまで海水面が高くて、いつ頃から下がっていったのかということを検証する必要があります。例えば近くに貝塚はあるかとかですね、どの高さに共通しているかなどの調査はさらに必要だと思います。今回文献上確認できたこととしては、竹の葉槌の子孫はどうやら静を拠点、最終拠点にしたと思われるわけですが、なぜ他の場所ではなくて静だったのかという疑問は未だに残っています。当時の日立周辺の情勢はどうであったか、結局征服した側が祀られているのか、征服された側が祀られているのかでもこの辺りの答えは変わってくるように思います。またもっと別の視点で、結局織物生産、あるいはその原料生産のために静の地が都合が良かったのではないかとも考えられます。また前回の動画で伺った阿波地方の因部氏とのつながりで、原料となる朝や鍛冶の生産の伝播についてもう少し調べることができそうです。そうすると次なる問いとして、結局シドニ神がこの地方に織物を伝えたとされるわけですが、仮にそれが西からやってきたものだとすると、その道のりがあるはずです。今回織物を伝えたという痕跡についてあまり見ることができませんでした。またおそらく文献調査という意味でも不十分であると思われます。前々回の動画で少し触れた静岡の静とか朝畑、静畑との関係を見ると、現代での祀られ方が時代的に少し新しい、つまり西の方が新しい状態になっているようなんですね。また扱っているものも朝や鍛冶ではなく絹であるとか違いがあるようです。この辺り別系統の人間が別の時期に広めていった可能性っていうのと、絹以前に朝や鍛冶を広めていった人々の歴史が上塗りされてしまっている可能性っていうのを考慮して、もう少し調べが必要かなと思っています。それからもう一つの問いとして、日高見の国と日本国の違いは何かというところがあります。本来はここが核心となるべき問いです。日立の国の不土記には確かに日高見の国についての言及があって、その表現では日立が日高見の国とも呼ばれるというように記述が確かにあります。これを日本国の原型だとすると、確かに西からやってくる人々とどのように関わってきたのかについて、あるいはお互いがそれをどう捉えていたのかについて見てみたいところです。また今回出てきた語として、古都天津神というタイプの天津神がいたことを知りました。御岩神社に祀られていた国と子たちの御事などですね。でこれらの方々が特に何をしたという記述はないものの、極書に書かれていたり、御岩神社に祀られていたりというところの理由はもう少し調べが必要かと思っています。それでこの動画の続きとしましては、鹿島香取シリーズでは宮城県の塩釜神社が未踏でした。これは東国三社のもう一つ生須神社からの流れで、鹿島香取と行動を共にしたと思われる塩土王子の関係で、声援の伝播がどのようであったかを調べるという一環ですね。いずれアップできればと思いますので、そちらもお楽しみにしていてください。ぜひチャンネル登録と高評価、そしてベルアイコンのクリックをお願いいたします。
それではまた次の歴史の旅でお会いいたしましょう。